おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は前回の続きですね。ネックの元置きについてです。前回はエレキギターの配置きについてお話ししたんですけれど、今回は、アコースティックギターについてです。で、最初に結論を言いますと、アコースティックギターの場合はアイロンはほとんど効果ないです。構造からして効かないんですよね。私も以前に数回アイロンを試みたことあるんですけれど、変わったと言ってももうほんの気持ちぐらいしか変化はなかったです。で、その変化があったものに対しても弦を張って、もう張った瞬間とか翌日とか、もうすぐに元通りの状態に戻ってしまったっていう経験があるので、そういう経験からアコースティックギターに関してはほとんどアイロンの効果は得られないっていうことで今に至ります。アコースティックギターのジョイント部の話をします。アコースティックギターの一般的なダブテールジョイントネックなんですけれど、これは12フレットジョイントなんですが、大体一般的なのは14フレットですよね。ネックブロックっていうのがありまして、でそこにこうジョイントされるんですよね。残ったこの指板の部分っていうのは下にトップ材が1枚来るだけでフリーな状態なんですよ。フリーって言ったら言葉がおかしいかもしれないですけれど、でこういう状態のところにアイロンをかけたとしても、そもそもネック材が下にないじゃないですか。ですから、たとえその指板が多少こうね、この部分で、アイロンの熱によって癖がついたとしても、すぐ元に戻っちゃうんですよね。例えば仮にこの部分がこの下までちゃんとこうネック材がこう来てれば効果はあると思います。ですけれど、ほとんどのアコースティックギターの構造っていうのは、基本的にこういう構造なので、アイロンをかけてもほとんど効果はないです。エレキギターの場合のネックの元置きの状態はこの前説明した通りなんですが、アコースティックギターの場合は同じように見えるって言った方が正しいかもしれないです。こうボディがありますよね。弦がここに止まっていて、常にこう力がかかるわけなんですけれど、このトップの部分全体ですね。ボディ全体の変形によってネックの元置きのような見え方になる。トップがですね、ちょうどこのエリア、この部分ですね。ちょうど指板が乗っかる部分。このエリアっていうのはすごい力がかかるんですよ。で、よく見かけるのはここにひび割れがあるやつとかよく見かけるんですけれど、変化の仕方としてはトップが膨らむっていうのはよくある現象ですよね。こういう感じ。ちょっと言葉ではなかなか説明がしにくいので、ちょっとイラストレーターで図を描いてみたんですけれど、正確な縮尺とかそういうのではないので、あくまで簡易的な図として見てください。で、わかりやすいようにボディの裏面、バック面に関してはフラットに描いてます。で、これが一般的な標準的な状態だと思ってください。で、これがこのように変化します。トップの膨らみと同時にこの指板が乗る部分ですね。この部分もわずかにこう膨らんでくるがために、ネックの元置きのように見えるっていう感じですね。で、こういう風に、ボディのブリッジの、後ろ側は膨らんでて、ブリッジから指板までの間の部分に関してはへこんでるっていうのも見かけます。で、さらに、ボディ全体がこう湾曲してしまって、こういう状態になってるっていうのもありますね。これらのボディの変形によって、ここの指板の部分がこう盛り上がる。要は変化することによって、ネックの元置きとかと全く同じような状態に見えるっていうことですね。図を見ていただくと分かる通り、この状態を無理くり熱によってこう変形させようと思っても、まず無理なんですよね。あともう一つ、ボディと接合されているジョイントの部分で、ここにこう隙間ができてたりとか、
もしくはネックが微妙に接着がずれてる場合っていうのはたまに見かけます。で、そういう場合においてはもう文字通りここの接着剤がずれてきてネックの元置きが起きてるっていう、そういう状態もありますね。今説明をしました、先ほどの図もそうなんですけれど、ボディの変形の仕方ですね。で、これに関しては今までずっといろいろ頭の中で考え続けてきて、で様々なギターを見てきて、ボディのトップの膨らみとかね、そういうものを数えきれないほど見てきてるんですけれど、その中でこういう風な変化だろう、大体こういう風な変化だろうっていうことを導き出したってことです。ですからこれが100% 正しいとは私も思ってないですし、もっと複雑な変化の仕方だよっていうことを言われれば、はいそうですか、そうだったんだねっていうふうに思います。この考え方だと一番説明がつくと言いますか、腑に落ちるというか、一番納得がいくんですよね。で、実際にネックリセットをしたりとか、修理をしていても、この今説明した状態を頭の中に入れていろいろ作業していくと、やっぱりそうだなっていうふうなことが多いので、私はこういうふうに思ってます。これに関してはもちろんアコースティックギターの制作家の方の意見とかをぜひいただきたいですね。果たして自分のこの予想といいますか、考え方が合ってるのかどうか。私も100% の自信はないので、これに関しては。そうですね。先ほど言った全くここの接着とかそういう接合部分に問題がなかったとしても、実際にここで折れ曲がってるっていうケースはもうほとんどですので、じゃあそれがなぜ起きるかっていうふうに考えたら、今のような図の変化の仕方しか考えにくいんですよね。なのでそういったことからも私はそういうふうに考えてます。はい、いかがでしたでしょうか。まとめです。アコースティックギターの廃置きに関しては、アイロンはほとんど、意味がありませんと私は思ってます。で、それからアコースティックギターのボディっていうのは、多かれ少なかれ年月が経つと変形してくるんですよね。トップの膨らみに関してもそうなんですけれど、それをですね、ネットとかでいろいろ検索すると、熱によってその膨らみを直したとかっていう記事も見かけるんですが、大抵その後弦を張ってしばらく経ったら、どのぐらいかは分かりませんけれど、元の膨らみの状態に戻ってしまったとか、完全にそこまで戻るんじゃなくても、それにほぼ近いぐらいまで戻ってしまったっていうようなことも書いてありますし、私自身もトップの膨らみに関して以前熱をかけてトライしたことはありますけれど、弦をもう張った瞬間に元通りに戻ってしまったっていうようなことも経験してます。でですね、これはいろいろリペアマンによって考え方は違うと思いますけれど、私はボディの変形を無理やり元の状態に戻すっていうのではなくて、その変形っていうのは経年変化で仕方のないことだと捉えて、それとうまく付き合っていくっていうことが大切だと思ってます。わかりやすい話で言いますと、トップが膨らんでくると弦高が上がりますよね。その弦高を低くしたいがために、ブリッジのサドルとかを削るんですけれど、もう限界までギリギリ削っても十分な低さにならないってよくあるんですが、その場合はあくまで対処療法なんですけれど、ブリッジの厚みを薄く削って、で、弦高をさらに低くできるようにするっていう方法を取ったりもします。それを何度か行っても、何度かって言っても 1,2 回が限度でしょうけれど、それ以上やるとね、ブリッジが薄くペラペラになってしまいますから、でそこまで何をしてももうこれ以上は無理だなっていう最後の状態にまでなったら、ボディとネックを一旦外して、
ボディのその今の状態のボディに対して、適正なネックの角度をこうつけてもう一回再接着するっていう、そういうネックリセットっていう方法ですね。そういう方法を取るようにしています。はい。ということで、今回のお話はこんな感じになります。前回、前々回あたりの動画から非常にチャンネル登録者数も増えてまして、コメントもたくさんいただいております。ありがとうございます。コメントには必ず返信をするようにはしてるんですけれど、ちょっと相当数のコメントをいただいているので、もし抜けてるようなことがあればごめんなさい。質問&リクエストフォームの方にも多数いただいておりますので、その辺のことに関しても順次お答えしていきたいと思っております。最近はですね、YouTube 見ましたっていうことで、非常にメールでの直接の問い合わせも増えてるので、依頼も多いですし、ありがたいことなんですけれど、お客様からお預かりをした修理品をこなすっていう方向に時間をかけたいと思ってますので、YouTube のこの動画は、その合間にですね、無理くりこう時間を作って、制作しているので、アップするペースが遅れるのはご勘弁ください。はい、ということで、よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。